和の暮らしを楽しむ皆さん、ごきげんよう。遠い昔から繰り返し行われてきた年中行事。その行事の中には日本人の心の根っこが息づいています。このチャンネルはしつらいを通じて、ああ、日本っていいなと季節のささやかな幸せを感じる和の暮らしの楽しみを紹介していきます。皆さんは新年を迎える準備進んでいますか？今回のテーマはお正月です。お正月を象徴するもの、鏡餅を通じて改めて年を迎えるということを見つめていきましょう。そもそもお正月とは何でしょう？それは年神様を迎えて昨年の実りに感謝し、新しい年の豊穣と平安を記念する行事とされています。もちろん年神様といってもその姿は実際に目に見えるわけではありません。お正月のしつらいの中心となるのはやはり鏡餅でしょう。では早速今日の材料の紹介をしましょう。田作り、ごまめ。これはカタクチイワシの稚魚です。昔は田んぼの肥料だったので田作りとも呼ばれ、豊作の縁起物にしています。勝ち栗。勝ち栗は勝ちという言葉に通じます。黒豆。黒豆は豆、健康に暮らせますようにとの願いが込められています。衣柿。カラスも食べないような渋柿でも修練の末には床の間の飾り物にもなりうる高い精神性を表現していると考えていいでしょう。そして鏡餅です。鏡は古くから神様の宿るところであり、神社ではご神体としてお祭りをするものでもあります。そしてお餅には稲の魂が宿っているとされ、食べると生命力が与えられる晴れの日の食べ物と言われています。それでは今回のテーマ、お正月の象徴的なもの、鏡餅を通して和の暮らしを楽しむ3つのエッセンスと一緒に進めていきましょう。1つ目は年、年です。皆さんご存知ですか？私たちが使う年、年という一つの周期を表す言葉は、稲が実る周期が大いに関係しているようです。私たちの暮らしは一年を一つの周期としています。年という周期は、稲作の一巡が元となってできているとかいないとか。年という字は年、実りとも読み、この文字は実りを意味します。ところで皆さん、これと同じ意味を持つ漢字、思い浮かびますか？乃木辺に念ずるの念を書く実るという文字です。この文字は実る以外に年、年とも読みます。そしてこの字が何を意味しているのか。それは穀物が一度実る期間や穀物が成熟することを意味します。私たち日本人の祖先は稲作を主とした暮らしを営んできました。ですから生活の周期を稲作の周期になぞらえたのかもしれません。そしてお正月は一年の始まり。年中行事の中でも特に大切にされてきたのはなぜでしょう？稲作とは程遠い暮らしを送る私たちも、一年という一つの周期に関心を寄せると、どうしてお正月が特に大切にされてきたのかを少し理解できるような気がします。次に、鏡餅をお供えするところについてお話をしましょう。この時期になると、鏡餅は本当はどこにお供えしたらいいですか？と尋ねられることがあります。私は家の中で大切にされているところにお供えしたら良いですよというふうにお答えしています。日本中で一様にお正月を迎え、鏡餅がお供えされますが、お供えをするところについては様々なようです。我が家の場合は床の間だけに限らず、キッチンなどにもお供えしています。昔のお正月の様子を書物などで見てみると、鏡餅は井戸やかまど、農具にお供えされていた様子などが見られます。
一つのところに限られているわけではないようです。ただ、これらには共通していることがあります。それは、人の暮らしの中で大切にされてきたところ、ものであるということです。日本ではあらゆるところに神様がいると信じられてきました。火の神様、水の神様、他の神様など、目に見えない存在ではあるのですが、それらの存在がいると想定して、感謝や祈りを捧げた形がお正月の鏡餅というふうに言えるでしょう。今の住まいの事情だと、床の間がないお家の方が多いでしょうし、ところによっては玄関にお供えするとかしないとかもあるようですが、あまりとらわれすぎず、新年を祝う気持ちを込めて、自分が家の中で大切に感じているところにお供えをしたら良いでしょう。3つ目は、めでたいです。お正月は新しい年の再生を祝い、つつがない一年を祈ります。その祝う気持ちを形にして表現します。ここでは紅白の株の新芽を見せるようにします。こうすることで、めでたいという思いを表現してみました。鏡餅と芽を出した紅白の株を一枚の板の上にし、年神様と共に新年の始まりを祝うお正月の一つの形です。新年が訪れるときは人の心を浮き立たせてくれます。毎年繰り返し同じ行いをしているのですが、大人から子供まで晴れがましい気持ちになるのがお正月です。年賀状に新春と書いたりしますが、これからが寒中厳しい時、年が改まるこの時に、どうぞ本年が良い年でありますようにと願い、心を清らかにして過ごします。新しい年が迎えられる喜びを小さなもので表してみるのも日本らしい時期の楽しみの一つと言えるでしょう。それでは和の暮らしを楽しむチャンネル、お正月鏡餅の会はここでお開きにしましょう。今回もご視聴いただきありがとうございました。日本っていいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは和の暮らしを楽しむ皆さん、ごきげんよう。